それでは1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、周りの方々から見たあなたの魅力について見ていこうと思います。よろしくお願いします。今回は2段階に分けて見ていきます。まず1回目は周囲の方々から見たあなたの魅力。そして2つ目は恋愛対象の方々から見たあなたの魅力として2回に分けて見ていきます。ではスプレッド展開で今回も出していきます。周囲の方々なので広く取ってください。近しい関係、または同じ職場の方とかお友達でも構いません。今思い浮かべる周りの方々ということで捉えてください。今周りの方々から伝わってくるメッセージとしては、あなたらしさとかあなたの優しさ、もともと持ってらっしゃる魅力っていうのをこれから外にまた再び出していってっていう風に優しく伝わってきます。あなたの中で忘れられなかったこととか切り替えていかなきゃって思っていたような現状があったのかなと思います。今どちらかというと自分の中に閉じこもっていたいとか、そんな風に感じてらっしゃるんじゃないかな。そして周りの方々からもそのように見えています。今はまだその自分たちとの間に線があるような、そんな感じです。ただもともとあなたっていうのは一人が好きではなくて、みんなと分かち合う喜びだったり共有し合う思いっていうのを大事にしてるんですよね。今ご自身の中で迷っていることから抜け出したいとか停滞していたことや、そしてもうねこの思いを残していってここに置いていって自分は先へ進んでいかなきゃいけないんだっていうところで、自分の中で何とかしよう解決しようっていうふうに考えている方多いんだと思います。見えない先の中、それでも自分は進んでいくんだって、新しく目標を見つけてそれに向かって進むとか、人生の転換期っていう風に今なっている方もいるかもしれません。そのために今自分時間っていうのを大切にしていたり、一人になってゆっくり考えたいとか、そのようにどちらかというとね、自分の中に閉じこもっていって、そして答えを見つけていきながらもう切り替えて次へ行くんだっていうふうに思っている方多いと思います。なので周りの方々っていうのも今あなたと少し距離を置いているというか、あなたの方から置いているのかもしれない。あとは表向き笑顔にしてるんだけど、実はこの人、あなたね、あなたって悩み抱えてるのかなとかね、転換期迎えてるのかな、なんか切り替わり、生活が大きく変わるとか、あなたの中で今までずっと持ち続けてきたこと、ずっとやり続けてきたことにもうここでけじめというか決着をつけて新しい自分になっていくんだっていう風に自分の中で答えを出しているところなので、そっとしておこうっていう風に思っている周りの方々もいると思います。ただこれから先ね、あなたは向かっていく、自分で新しく切り替えてやっていくんだっていう風に、それを実現化させていくので、そう思ってるだけじゃなくてちゃんと進んでいける。迷いや不安の中でも自分はこれからまだ見ぬ世界へと行くんだっていうようなお気持ちが実行に移されていきます。それを周りの方々も応援してくださっているので、どうでしょうか。相談したりとかしているでしょうか。もしかしたらね、自分の中で答えを出すので周りの人に話していない、自分の中で抱えているっていう方もいるかもしれない。ただもともとあなたの持っている魅力っていうのはここにありますからね。とても豊かな方、心豊かな方で愛情深いし、みんなに親切で優しいしっていうところで、今それをぐっとこらえてたりとか抑えてるところもあるかもしれないけど、もともと持っている魅力はここです。周りの方々から愛される方なんですね。あなたは愛情を多く受け取るし、そして自分自身も周りの人に愛を配ることができる。これがとても美しいんですよね。気持ちを優先させる、相手のことを考えるっていう風に
自分自身に対してもそうですし、周りの人に対しては特に自分以上に大切に思うかもしれません。理解しようっていうようなお気持ちが強く出ている、それがあなたの本来の魅力です。そして今これからあなたが自分らしさを取り戻す時というかね、気持ちを切り替えて、そして新しいところへ向かっていくので、今まで悩んでいたり、自分の未来についてどう動いていこうかなっていうふうに考えていた方も多いと思うんですけど、これから先はまた再びお気持ちっていうところで周りと共有し合ったりとか、新しいつながりや人脈が広がっていくってこともこれからあると思います。今周囲の方々から見たあなたの印象や魅力っていうところで、この周囲の方々とのこの先ね、お付き合いも良好になっていくし、今が悪いとかではないんですが、今以上にバランスが取れていくと思います。今人脈とか人付き合い、対人関係について何とかしたいってもし思っている方がいて、それに向かって自分が取り組んでいるんですっていう方は、それがちゃんとした形になって現れそうです。あなたが送り出したものがちゃんと返ってくるっていうような未来が出てきていますので、今対人関係で困ってるなっていう方はね、そこは解決するよっていう風に捉えてください。では、周りの方々が感じるあなたの魅力としてカラーカード、そしてその他にもカードもらっていきます。さあ、周りの方々が見るあなたのカラーエネルギーっていうのをもらっていきましょう。はい、この色です。チョコレート。はい、体と精神に需要を与える。体だけじゃなくて心もあなたと一緒にいると元気が出るとかね、ポジティブな気持ちになれる、温かい気持ちになれるっていう風に感じてらっしゃる方多いと思います。甘くて濃厚で、だけどビターな感じかもしれない、スイートすぎずっていうところもあると思いますね。とってもいいですね。甘くて温かいっていうのが入ってきます。あなたと一緒にいると団体グループとかでまとまりやすくなるとか、あなたが持っている深い洞察力と相手を理解したいという思いが周りに伝わっていて、周りの成長を促してくれています。そして周りの方々に元気を与える、元気がなかった人に声をかけたりとか、親切なあなたですので人助けするんじゃないかなと思っています。あなたに救われたっていう方々が多いと思うんです。心が明るくなる、軽くなるっていう風に強く入ってくるので、あなたとお話ししていると自然と悩みが解消されたり、迷っていたことがね、不安な気持ちとかそういうところがスッとなくなっていくような、そんな魅力も持ち合わせていると思います。すごく温かいですね。素晴らしいです。では、その他にもカードからあなたの魅力についてもらっていきます。すごくね、温かいっていう、甘くて温かいっていう魅力が伝わってきます。優しいですもんね。とても周りの方々からすごく愛されてると思うんです。はい、こちら蝶々のカード。これ、復活、再生、幸運というワードが入っています。やはり復活とか再生とかっていう風になると、このチョコレートと同じように周りの方々を元気にしてくれるとか、回復させてくれるっていうのが同じく共通で入ってくるので、ヒーラーさんのお仕事をされていたり、人の健康状態をチェックするようなお仕事とか、体に関わること、心に携わるようなお仕事を得意とされている方、転職としてやられている方もいると思いますね。人を癒す力がある、温かくじんわりと滲んでくるような温かさ、柔らかさ、優しさっていうのが伝わってきます。そしてあなたがすごく見た目的にも美しいっていうのが入ってきますね。外見磨きかけているよっていう方いると思います。怠らない、自分を怠ることなく外見磨きをかけていたり、そうですね、衣類とかに対しても慎重していたり、常に清潔感を保っておこうとか、そういうのも感じます。品があって華やかでっていうのも入ってくるんですよね。男性のカードが入ってきました。今周囲の方々で身近な男性っていうワード、
あなたのことをよく見ている方がいるかもしれない。男性、そうですね、異性に人気なのかもしれないですね。はい、お手紙のカードも入ってきました。そうですね、この男性のカードが入ってくると、このあなたがね、今ご覧になっている方、性別問わず、この男性の方があなたに何か伝えたいことがあるのかもしれない。今、この周囲の方々の間であるかもしれないですね。もしくは、また違う見方ですると、ご覧になっている方、性別問わず、あなたの恋愛対象の方が今伝えたいことがあるのかもしれません。なんか恋愛対象っていうのが入ってきます。あなたがね、もし男性であっても女性、異性とかあなたの恋愛対象の方っていう風に捉えてください。もしくは身近な男性の方があなたにお手紙、メール、お知らせをしたいことがあるっていう風に出てきます。そして逆であなたがこの男性っていうワードの方に何か伝えたい、今それがお知らせとしてやってきてる気がします。今伝えたいことがあるとか、今あなたがもうここにね、自分の気持ち切り替えて先へ進んでいくんだって、先のことはまだ見えなくてどうなるかわからないんだけど、私でもやっていくっていうようなお気持ちでいるっていうのは男性が関わってるかもしれない。今その恋愛対象の方々っていうのを除いて周囲の方っていう風に見てるんですけど、ここね入ってきましたね。だけど何か伝えたいことがあるのか、あなたが逆に伝えたいのかっていうことで、その恋愛とは今ちょっとかけ離れて読みたいので、はい、ただしね、ちょっと恋愛色が強いかもしれないですね。とてもモテる方かもしれません。それでは今のあなたにメッセージをお伝えしていきます。周囲の方々からのメッセージということで、もらっていきましょう。これからバランスが整っていくので、今乱れているとしたら対人関係も良くなっていきます。自分ばかりが尽くしていたとかね、人のために頑張っていたっていう方は、それが巡り巡って自分のところに感謝の気持ち、言葉が届けられてくるでしょう。はい、周りの方々からのメッセージ1枚もらっていきます。はい、周りの方々からのメッセージ。みんなが愛し合える世界を築くためにあなたに協力します。そしてあなたは愛を持っているし、そのあなたの愛というのは最強の癒しの力なんです。あなたは限りなく周りの方々に愛を与えていて、そしてその分限りないほどの愛をあなたは受け取っていくんです。これが周りの方々からのメッセージです。あなたがいつも癒しの力や愛を込めて周りの方々と接しているっていうこと、十分に魅力として伝わっています。なので、自分のその癒しの力だったりとか、惜しみない愛情っていうのを自信持ってこれからも周りの方々に注いでいってくださいね。必ず帰ってきます。はい、モテる方っていうのが出てきました。この先近い未来、お知らせっていうのが届くかもしれません。では、こちらが周りの方々から見たあなたの魅力。では次に2つ目の恋愛対象の方々から見たあなたの魅力っていうのをもらっていきます。では、少しカードをまとめさせていただきます。場所を使うので、一度ね、寄せていきましょう。そうですね、異性に人気のある方、男女問わずなんですが、特にそうですね、異性の方に人気がある方なのかもしれません。はい。では、ここに寄せさせていただいて、この辺りでやっていきましょう。また、こちらのタロットカードから切っていきます。今度は恋愛対象の方々から見たあなたの魅力っていうことで、どんな風に今見えているのかとか、もともと感じているあなたの魅力ってどうなんだろうっていうところを見ていきましょう。はい、こちらのタロット出ています。月がリンクして出てきていますね。
もしかしたらあなたは自分の本当の本心だったりお気持ちっていうのをこらえて周りの人のことを考えてあえて言わないとか、そうですね、気軽に自分の本心を見せないような方っていう風に見られているかもしれません。もともとあなたの持っている魅力としてミステリアスな印象っていうのも入ってきますね。これは全体を通して入ってきます。または周りとつながることってすごく好き、あなたが好きだし大切に思ってるんだけど、自分時間も同じぐらい欲しいなっていうふうに思っていたりとかっていうのもね、少しだけ感じられます。それは決して悪いことではなくて、自分のバランスを取るためにそうしてるっていうのも入ってくるんですよね。ミステリアスだからこそ知りたいとかね、恋愛関係の方々から見たらそのように見えています。で、このカラーカードも出していきましょう。レモンっていうのが入っています。レモン色。革新的な思考をもたらすという明るいカードですよね。こちらはチョコレート色で、落ち着いた色だったんですが、今度はパッと明るい色が入ってきました。そしてやっぱりモテる方ですね。あなたは複数の方々から同時に告白されたりとかね、そういうことも今まで経験されたことあるんじゃないかなと思います。大切に思ってるよっていうふうに慕っている方が複数にいらっしゃるみたいです。今現在もそうですね。長い人生の間に、ずっと絶え間なく好きですって言われたりとか愛を注いでいただいてるっていう感じがするんですね。今だけじゃなくてね、今までずっとそんな感じでやってきましたって、途切れることなく告白され続けてきたとかね、そういう感じでも捉えることができます。かなりあなたのことを高嶺の花みたいな存在で見ていらっしゃる方が多いですね。あなたは次の恋っていうのを求めていたり、次の展開、今好きなお相手がいらっしゃる方は次の展開を望んでいるっていうようにも捉えられます。そろそろ次へっていう風に、あと抑えているっていうのがやはり入ってくるので、今現在ですね、好きだっていう思いを言わずに胸の中にしまっていたり、でも本当に今あなたが伝えたいことって何っていうふうにカードが問いかけてきてるんですね。そして異性の方々から見たあなたの魅力っていうのが、一つは高嶺の花っていうこと、そして自分の話を聞いてくれる、なんかね、相談持ちかけられること多いのかな、恋愛対象の方々とかにも。小さなことから大きなことまで、これどう思うとか、どっちがいいと思うっていうことから真剣な相談とかよく受けるんじゃないかなっていう風に出てきています。憧れてますっていう方も多いですし、そしてこれから先なんですけど、今恋人がいないっていう方は恋人ができるんじゃないかな、恋愛関係になる方が出てくるんじゃないかなっていう風に思っています。そしてそれはあなたの今の願いでもあり、なので新しい出会いが欲しいっていう方は新しい出会いに恵まれると思います。そして今好きな人がいて、それをね、好きだっていう気持ちを抑えて今やってるんですっていう方は、その方と恋愛関係に発展する可能性があるんじゃないかと思います。そうですね、あなたにとって恋愛関係として前進というか進む時っていうのが入ってきています。はい、複数人いるんじゃないかな、あなたが気になる人が複数人いる、もしくはあなたをいいなと思ってる人が何人かいそうな感じ、出会いも数多いと思います。その中であなたがこの人って思える人とつながっていくっていうような未来が見えています。で、今なかなか出会いがないとか、好きな人と恋愛関係になっていけない、どうしようって思っている方は、これから答えが定まってくるので、絶対諦めないで、今自分の感じる心のままに動いてみてとか、あと信じて待っていてねっていうのも入ってくるんです。今お相手からの返事待ちですとか、動きを待ってるんですっていう方は、自分がそれで無理なければね、待っていてもいいと思うし、いやもう無理していても我慢してこらえて待ってるんだけど待ちきれないから、もう自分から動いていきたいって思うんだったら自分から動いてもいいんだよっていう風に出てきています。
どの人と恋愛関係を育んでいこうかわからないっていう方もすっと答えが出てきます。ここのカード、カップの4番のカードが入ってるんですけど、そんなに吟味しなくても大丈夫っていう風に入ってくるんですよね。どのカップもあなたが選ぶカップは一つだけだから、だからじっくり時間かけてもいいし、だから時間かけなくてね、これだって思って直感的にパッてカップを取ってもいいし、そこはあなた次第、あなたのペースでいいわっていう風に出てるんですよね。そう、じっくりと吟味してるんです、あなたが。で、周りの方々から見たあなたの印象なので、慎重派に見えるかもしれないし、気軽に声をかけられないような高嶺の花かもしれない。お誘いしようって思っても断られるんじゃないかっていう風に相手の方が勝手に思っちゃうような、それぐらい高貴な方に見えるのかもしれませんね。あとやっぱりモテるなっていうのが入ってくるので、自分なんかがこのカップを、自分のね、これ私なんですっていうカップを差し出してもあなたは受け取ってくれるんだろうかっていう風に思ってるので、たくさんライバルがいるんじゃないかとかね、自分よりもふさわしい人がいるんじゃないかっていう風に思われがちなところがあるので、ある意味恋愛で損する可能性もあるんですよね。周りの方々からそういう風に思われてるってことは、あなたはそんなつもりなくてもね、その向こうの方からね、身を引かれちゃうと、せっかくのご縁がっていう風に思っちゃうじゃないですか。ある意味だから損をしている、モテている分損をしているところもあるかもしれないんですね。そしてこのレモンの色っていうのは、温かさ、ひらめき、知性を表す色です。そして燃料補給として脳の思考に明確さをもたらしてくれる色です。なのであなたが恋愛対象の方々にも力添えしてるっていうことです。あなたの存在が、あなたと一緒にいると頭の思考がクリアになったりとか、より物事を決めやすくなったり、っていうところもあるので、一緒にいると向上心が上がってくるような、そんなイメージとして魅力の一つとしてね、入ってきています。なんかリフレッシュするっていう感じですね。退屈だった日々にあなたがやってくることで、パッと光が入ってきてクリアな気持ちになれる。なんかリフレッシュ、気分転換とか、その場の空気が変わるとかね、あなたが現れると場の空気が一瞬で変わるとか、そのようなことも入ってきます。とてもね、パッとしてるので、恋愛関係だとそのチョコレートからね、レモン色になるので、パッと明るくなる、華やかに見えるとか、華やかさに知性っていうのもあるので、上品さっていうのも入ってきます。そうですね。そして先ほど言ったその周りの方々からあなたね、身を引かれちゃうんじゃないかっていうところで、いやそんなことないよっていうふうにあなたがはっきりと意思表示すると安心するかもしれませんね。周りに遠慮しているところもあるのかもしれませんね。本心を見せないって思われてるかもしれないんだけど、本心見せないわけじゃないんだけど、遠慮してあまり多くを言わないとか、相手に合わせちゃうっていう方もいるかもしれない。でもこれから先はね、あなたは周りの人、恋愛対象の方とつながる喜びってこれから感じる未来がやってくるから、だから今我慢してることがあるんだったら素直に口に出して言えばいいし、教えてとか聞かせてとかでもいいし、自分の意見を話すってことでもいいし、今あなたが求めてることを押さえつけずに求めていいよって出てるんですね。なので今恋愛総合的に我慢してるっていうのが入ってきます。あなた自身がセーブしてるのか、なんか抑えきれない思いがあるのかっていうところで、ここ果物のカードが入ってきています。熟成、成長、収穫というふうに、そうですね、先ほどの蝶々と変わって今度はフレッシュな果物っていうふうに出てきました。みずみずしさっていうのを感じます。肌がきめ細かいとか、なんか実年齢よりも
若々しく見られることが多いとか、そういうのも入ってきます。でもその精神年齢的には熟成された大人の方っていうのが入ってくるので、落ち着いている、場の空気を変える浄化力のようなものがあるんですけど、でもその精神年齢は落ち着いているので、すごく素敵な魅力ですよね。熟成された大人の方、そしてもうすでに恋愛に対してはこのあなたは、周りの方々よりも一つレベルが上というか、経験豊富なんじゃないかなと思います。たくさん豊かなものを持っているっていう風に、それもまた魅力の一つなので、外見に現れているかもしれません。あとやっぱり中身ですよね。中身がぎゅっとね、美味しいものが詰まっている、豊かな経験、知識とか見解だったり考え方っていうところでも、とても豊かなものを持っているっていうのが出てきています。このように異性関係の方々からは見られている、恋愛対象の方々からはこのように感じているっていうのが出てきました。ではルノルマンカードでもう少しもらっていきましょう。恋愛関係の方々、他にどのような魅力をあなたに感じているのか、なんか少し手が届かないような、そんな感じもするけど、あなたがそんなことないよって言ったら、あ、そうなんだっていうふうに思ってくれるかもしれません。モテるがゆえの悩みっていうのもあるのかもしれませんね。そして家のカードと、蛇のカードが入ってきています。嫉妬深い方が近くにいるかもしれませんね。今あなたのことを好きだっていう人がいるんですけど、独り占めしたいとか、モテるからやきもきしちゃうとかね、そういうことをあなたに感じている。そうですね。そうモテるっていうのが入ってくるので、また一緒にいると落ち着くし、どちらかというと二人きりになりたい。いつも二人きりになれなくて周りに人がいるとか、あなたにデートのお誘いしてくる人が他にもいるから、もう自分だけのものにして二人きりになりたいっていうのが強く入ってきます。今そのように強い思いであなたのことを好きだって思ってる人がいるんじゃないかなと思います。ただこの先の未来は、あなたは誰かと気持ちを分かち合っていく喜びっていうのを体験していくことになるので、それはあなたの好きな人かもしれないんですよね。今諦めそうになってることとか我慢してることをこれから先解消していくよっていう風に出てきているので、そうなのでね、好きな人がいるよっていう方は好きな人との気持ちの共有っていうところがこの先出てくるかもしれません。ただあなたのことを好きな人で独り占めしたいって思ってるほどの強い熱量を持って好きだって言ってる人がいると思います。そうですね。どうやったらじゃあ恋愛関係進展していくのっていう風に見ていくと、あなたが自分時間を大切にしているっていう方だとしたら、その自分時間だったり自分の今やりたいことっていうことと恋愛っていうことの両立できるのかどうかっていうことを自分自身あなたが考えているかもしれないですね。自分時間ややりたいことを大切にしながら、愛情を作り上げていきたい、どっちも両立させていきたい、じゃあどうすればいいかなっていうふうに、そこについて自分で考える時がやってくると思います。対策としてはそこですね。どうやって両立させていくか、もしくは恋愛関係を進めていくために今自分の中でいろいろ考えるとき、自分の時間も大切にしてねっていう風に出てくるので、あなたがこの今好きなお相手がいて、その方とどうにかなりたいっていうことで、その方しか見えないような状況であれば、今そこから少し離れて自分で考える時間、瞑想する時間だったりとか、ゆっくりと一人で過ごす時間持っても、それもまたいいかもねっていう風に出てきています。そのあたりのバランスっていうところをうまく調整してっていう風に、そうすると恋愛も良い方向に運びやすくなっていきますっていうのが出てきています。では恋愛対象の方々からメッセージをまたもらっていきましょう。もうそろそろ自分の行き先決めてもいいんじゃないっていう風にも入ってきますね。あと落ち着きたいとかね、あなた自身が落ち着きたいって思ってるかも。恋愛そのものに対して。では恋愛対象の方々からのメッセージです。はい。
周りの人たちと比べたり、あとあなた自身が周りと自分を比べたり、周りの方々ね、恋愛対象の方々一人一人 A さん B さん C さんとかっていうのを、比べたりするのをやめて、本当の自分のお気持ちとか自分の目的を知るために自分の内面に向かってくださいって。あなたの中に答えがあります。だから自分時間を持ってこの答えを見つけてください。選んでくださいっていうふうにも感じますね。私ね、たくさんの恋愛候補の中から今あなたが選ぶ時ですよっていうのも入ってくると思います。そしてあなたが今ネガティブなことやマイナスなことにとらわれているのであれば、その状況を作り出している原因、そして言動っていうのをきっぱりと今ここで立つことっていうのをお願いしますっていうふうに出てきています。あなた自身が断ることができない方なのかもしれないし、そのことによってマイナスな状況を生み出しやすいのかもしれないので、今その自分自身の恋愛環境あまり良くないなって思っている方は、どこかで何かきっぱりと立つっていうことが必要になってくるかも。ずるずると続いていた関係性とか、なかなかお断りできなかったこととかに対してもはっきりと口に出して言うこと、または嫌だって思ってなくて逆に自分がこう言いたいって好きだっていうふうに言いたいっていうことに対しても言えない、我慢しようってこと自体がマイナスな状況を作り出している可能性があるので、今やはりあなたが口に出して言葉にして何かを伝えるとき、言うときっていうのが出てきています。またそれを望んでいますっていうのも入っています。真実をよくよく探しに行きましょうって、自分の心の中に。で、どうしたら答えが見つかるのかわからないっていう時は、日記をつけるとか文字に起こすとかして、自分がどういうことを感じてるのかなっていうのをまとめてみることっていうのもおすすめです。スターのカードがここ出てきているので、あなたが遠い先恋愛関係になっていくとしても、まだまだ先なんじゃないかって思っていても、必ずこれから先受け取ってくるもの、受け取られるものが出てくるから、信じて諦めないでっていう風に、信じる気持ちをやめないでっていう風に出てきていました。はい、恋愛関係の方々から見たあなたの魅力っていうのは、モテる人っていうのが入ってきますね。なので、その途中で諦めちゃう、身を引いちゃうような方がいるかもしれないので、そのあたりは少しもったいない、モテるがゆえに、もったいないところもあるかもしれないっていう風に出てきてました。では、お選びいただいたオラクルカードからメッセージをもらっていきましょう。こちらはミラーのカードで、ミラーね、鏡、自分の顔や体を映し出してくれるものですね。つまりは自分を見る、自分の内面を見ましょう。内面も外見も磨く、鏡を見て自分磨きをしていきましょう。自分を磨くこと、そしてこの方本を読んでいますよね。これはあなたというね、一冊の本なんです。あなたの人生というタイトルの本ですね。この本をあなたはいつも書き綴っていますし、そしていつでも読み返すことができるんです。あなたは常に自分の人生であるこの本で、本として今ここの絵柄出てきてるんですが、この本があなたが今綴っている自分自身の人生を表しています。だから書き足していくこともできるし、読み返すこともできるんです。その本からは素敵な虹の砂かなね、綺麗な、キラキラしたものが流れていますよね。あなたのこの人生にはとてもきらめいているものが溢れていますからねって。だからそのきらめきを忘れないでくださいって。あなたの自分自身の人生ですから輝かせていきましょうって。もともと輝いていますからね、忘れずにこちら大切にしてくださいっていうことも伝えてきてくれています。そしてラッキーアイテムは日記帳やスケジュール帳、そして写真などですね。鏡もいいと思います。手鏡はお守りとも言われていますので、小さな手鏡をバッグの中に入れて持ち歩くっていうのもおすすめですし、毎朝自分の顔を見て顔色を見るっていうことも必要でしょう。自分を写真に撮るっていうこともいいですし、好きな写真を飾るっていうのも今具体的なラッキーアクションとして出てきています。ぜひ魅力開花のためにやってみてください。今回は周りの方々から見たあなたの魅力についてお話ししていきました。
これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。こちら2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、周りの方々から見たあなたの魅力についてお話ししていきます。今回は2回に分けて見ていきます。1回目はまず全体的に周りの方々から見たあなたの魅力。そして2回目は恋愛対象の方々から見たあなたの魅力についてそれぞれリーディングしていきます。ではこちらのタロットカードからまず1回目として全体的に周りの方々から見たあなたの魅力ということでもらっていきます。身近な存在でもいいですし、パブリックな関係性、もう全体的に幅広く取っていってください。で、恋愛対象の方々については2回目のスプレッドで見ていくので、まずはなるべくね、恋愛対象の方々は除いて見ていきます。はい、そしてカラーエネルギーももらっていきましょう。はい、ブラック、黒ですね。闇夜に豊かさを見出すっていうのが入ってきます。この黒があなたの今の、カラーエネルギーです。まずタロットの方からあなたの魅力についてお話ししていきます。あなたが今思い浮かべている周りの方々っていうのは職場の方々っていうのが割合が多いかもしれません。もしくはあなたが今生活しているこの自分を取り巻く方々、身近な方々っていうのが入ってきます。その方々からあなたがとっても頑張ってる、お仕事だけじゃなくて日々努力されてるっていうのが魅力の一つとして入ってきています。継続力があるとか、諦めないで頑張るとか、あと自分の目標に向かって頑張っている姿、努力を惜しまない方っていうのが魅力としてすごく伝わってきます。そう、なんかこう誠実で、あなただったら約束事を守る、ドタキャンしないとかね、断らない、この人に任せれば大丈夫だろうっていう風に周りの方々が思っているところがある、頼りにしているというかね、これから先もどんどん期待してるよとか、同じ職場の方だったらあなたの成長を期待しているとか、例えば資格を取ってさらに上昇していくあなたの姿っていうのを期待して見てるよっていう風に、とにかくね、期待の目っていうのが出てきていますね。あなたにすごく信頼と期待を寄せているっていうのが入ってきています。もうそれに応えるだけのあなたは頑張り屋さんなんですよね。本当に頑張り屋さんっていうのが出てきています。でも頑張りすぎて疲れてしまいませんかっていうのがありますね。ついつい引き受けしすぎてしまいませんかって。お仕事じゃなかったとしても頼まれ事をしたら嫌な顔せずに引き受けていませんかって。それがいつの間にかここね、キャパオーバーになるかもねっていうのがあります。今はまだ感じていないかもしれないんだけど、そうやって期待に応えていくたびにどこかで自分の中でプレッシャーを感じてきてしまったりとか、そうやって思った頃、気づいた頃にはもうすでにたくさんの荷物が自分の手元にあったみたいなような感じで、今はね、頑張りたいし、目標に向かって進んでいきたいし、自分はこうしたいっていう風な思いもあるし、周りとのバランスも考えて、自分が頑張れば周りの人が助かるとかね、役に立つんじゃないかってことで、その無理を気づいていないようなところがあると思うんです。自分が頑張ってればうまく回るんじゃないかとかね、それを積極的に行っているような気がします。いやいややってるとかじゃなくて、
そうですね、あなたの本当の真心から行われている行動っていうところで、周りとの距離感だったりバランスっていうところを考えて自分が引き受けているところも多くあるんじゃないかな。でもそのまま行くと、いずれキャパオーバーが出てくる、あなたにも限界があるんだよっていうことをここで知ってくださいって教えてきてくれてると思うんです。今ここで知っておけば後々楽に、もっと簡単に過ごしやすくなっていくから、あんまり抱え込みすぎる必要ないよっていうのが出てきています。じゃあどうすればいいのって言ったら、みんなのためにとか周りのためにということを少しだけ意識を薄くしてもいいよって。確かにあなたに期待を寄せている人がいるでしょう。いるでしょう。でも決してあなたに押し付けようとかそういうことじゃなくて、本当にね期待の眼差しで見ているから、だから頑張りたいってあなたも答えたいって思うんですよね。あなたに期待している人がいると思うんですね。でもじゃあどうすればいいのっていうところだと、自分の時間持ちましょうって、周りの人のことを考えて結構時間使ってませんって、自分が引き受けたらうまくやっていく、回っていくんじゃないかっていうことで、ついつい引き受けちゃったりとかしていませんっていうのが出てきています。お仕事じゃなかったとしても、ついついねお友達の相談事をあれやこれやとたくさんの人の話を聞いていたりとか、夜中に電話がかかってきて聞いてって言われるとごめんって言えずにね、うんって話聞いちゃって、いや聞いてもらってすっごく助かるって、本当に助かるからね、助かるって言うんですけど、それで嬉しいからって自分がちょっとね寝不足だけど我慢すればこの人は救われるんだっていうことで頑張りすぎているところがあるかもしれないっていうのが出てきてます。だからこそ今自分の時間も大切にしてって。そうすると自分の荷物抱えていることが少し負担が少なくなるから、ちょっとだけ身軽になっていこうっていうのがあるかなと思います。そうですね。でもすごく優しいからね、あなたが真面目で誠実で協調性があってって、だからお任せすれば大丈夫だろうって思われているところもあると思うんですね。ただあなたが生活していく上で円満に生活していきたい、安定した生活を送りたいってことはもちろんのこと、物質的な豊かさだけじゃなくて精神面でもそうだし、全ての豊かさが自分自身の幸福につながってる。だから自分は今積み重ねて頑張ってるんだっていう風に感じるんですね。うまくまとめていこうって思っていたり、円満にさせていこうとかね、ずっとやっていきたいなっていうふうに思っているところが出てると思います。今抱えている、この先もね抱えている荷物を少し減らすことによってより幸福により過ごしやすくなっていく、その方がいいよっていう風に出てきています。周りの方々からのあなたの魅力っていうところも出てきていましたね。お伝えしました。そうですね、いかに自分のことを大切にしてあげられるかどうかってことなんじゃないかな。だって十分に周りの人に優しくしてるんですもん。あなたはあなたの誠実さっていうのを届けているんですもん。その分自分自身も大切にしてもいいんじゃないかな。その方がうまく回ることもあるよっていう風に教えてきてくれてる気がします。そしてこちらのカラーカードね、見ていきましょう。これ保護する力っていうのを表しているんです。そうですね。強さや決意を測る色でもあります。この黒というのは。そして古いものを解放し、新しいものを迎え入れるサポートをしてくれる色なんです。つまりあなたは周りの方々をサポートする力を強く持っているっていうことですね。そのための知恵も豊富ですし、自分の経験や知恵を生かして、でさらにね向上する力も持ってるから、だからいろんな人に知恵を授けたり助けたり守ったりすることっていうのが、自分自身もそこに生きがいというかね、喜びっていうのも感じているから、ついついやっちゃう、引き受けちゃうってところがあるんですよね。助けてありがとうって、助かったよって言われるとすごく嬉しいっていう気持ちになるだろうし、それはすっごくよくわかる。ありがとうとかね、あなたがいてくれたおかげで助かったとか嬉しかったって言われるとよかったなって思いますもんね。
はい、でもそうやってやっていくうちに本当は抱えすぎているんじゃないのっていうところが出てきているので、ちょっとだけ自分時間持つといいかなっていうのがありました。はい、そして信頼しましょう。そうですね、周りの人を信頼していないわけじゃないんですが、少しぐらいね、荷物軽くてもいい、大丈夫とか、あと自分ばかりが全部引き受けなくても大丈夫とか、自分の時間を持っても大丈夫だよっていう風に自分の中で言い聞かせてあげると、より生きやすくなっていく、より豊かになるんじゃないかなっていうのも出てきています。では、ノルマンカードをブーケのカードがありますね。あなたの魅力なんですよ。魅力を表すカードで、ノルマンブーケ、やはり贈り物するの好きなんじゃないかな。言ってしまえば尽くすのが好きっていうか、自分の力で誰かを育んだりとか喜ばせたりするのが好きなんじゃないかなっていうのがあります。プレゼントするのが好きっていう風に、物かもしれないし、サプライズが好きとかね、そういうこともあるかもしれないし、本当に気持ちでお渡しするのが好きっていうのがある。手間暇かけるのが好きだったりとかね。で、魅力の一つとしてお化け、恐怖、不安、悩みっていうところで、これらを取り除いてくれる魅力があなたにはある。だからあなたがいれば怖いものから不思議と怖くない気持ちになれる。そのような人いませんか？なぜか知らないけど、この人といると安心できるとか、自分の不安が取り除かれるとか、守ってくれるような存在だっていう風に不思議な力を感じる人って近くにいませんか？そう、なんか一人だと怖いんだけど、この人と一緒に並んで歩くと大丈夫って思えるとか、そのような存在としてあなたは認識されてます。そのような魅力があるっていうことですね。そして口紅のカードです。交流、会話、自分磨き。会話上手な方が多いのかなと思いました。今これを見ていて、あなた自身が大丈夫だよってことをみんなに言っていたり、相談事を持ちかけられた時も、自分の知恵をこうこうこうなんだよっていう風にアドバイスして、最後に大丈夫だよっていう風に必ず言っているような気がします。会話上手っていうのが入ってきます。プラス気遣い上手っていうのがあるから、相談持ちかけられるとか、話を聞くことも多いんじゃないかな。あと話を持ちかけられるね。相談事だけじゃなくて頼まれ事、依頼を受けやすいとか、そういうのもあると思います。人付き合いをするのがもともとあなたは苦じゃないから、いろんな人脈も広いんじゃないかなって思うんですよね。で、いろんな人が頼りにしてくるっていうところがあると思うんです。はい。なんか守ってもらえるってね、いうようなところもあるし、あなた自身が面白いこと好きとか、自分が楽しいと思えることが好きとかね。なので、あとは自分磨きっていうのも入ってきますね。毎日、日々あなたが積み重ねていることが、魅力としてもつながっているしっていうところもあるので、怠らずいつも自分磨きをしている、もう美しさだけじゃなくて知恵をつけている、勉強を日々しているとかね、常に向上心を持って取り組んでいる姿も魅力的だよっていう風に入ってきました。こちらが周囲の方々から見たあなたの魅力です。ではその後ですね、恋愛対象、ごめんなさい、申し訳ありません。周囲の方々からのメッセージとしてこちらのカードから1枚もらっていきます。はい、こちらのカードです。はい。では、この方々からのメッセージ見ていきましょう。自分自身の人生、あなたがね、人生を自分で自分のものにしているっていうのが魅力として言いたいよっていう風に入ってきます。自分自身、自分の人生、今満喫しているように見えるけどって、そしてポジティブにあなたが言動している姿っていうところで、私たちは助けられていますっていうのが、このカードからのメッセージです。周りの方々からのメッセージです。辛いことや大変なことがあっても、あなたがいるおかげで、自分自身に自信を持つことができるだったり、不安だった自分から抜け出すことができる、それはあなたがいてくれるからですって。
そして自分自身を認めていくことができるんです。そのような力添えをくれたのはあなたなんですっていう風に、かなりサポート力っていうのが入ってきていますね。そしてあなたが自分の人生をもう自分のものにしているって、自分らしく生きているところに憧れ的なことも感じているよっていうのが出てきましたね。あなたのようになりたいっていう風に思っている方も多いと思います。はい、ということで次に見ていきましょう。はい、それでは次は恋愛対象の方々から見たあなたの魅力っていうところでもらっていきます。今度はこちらのタロットカードからもらっていきます。恋愛対象の方々から見たらまた一味違う風に見えるかもしれませんね。この周囲の方々から見た印象としては、そのあなたの日々の生き方だったり、またはお仕事とかね、夢目標っていう要素がかなり多かったので、恋愛要素としてはどうでしょうか。はい、それではまたカラーカードからエネルギーをもらっていきましょう。恋愛対象の方々っていうのは、同じ職場もしくは仕事つながりや、あなたがお仕事をしている姿を見たことのある方で、あなたのことを好きな方が今現在いるのかもしれません。そのように伝わってきます。はい、カラーエネルギーとしてはグリーンです。神経系を活性化させるっていう緑の色ですね。葉っぱの色、葉の色ね、新緑の色っていうのが出てきています。まずカラーカードから、まずエネルギー見ていきましょう。そうですね、神経、ストレス、癒される、そうですね。張り詰めていた緊張がほどけるとか、あとイライラしていた気持ちがあなたと一緒にいると落ち着くとかね、癒しっていう効果がすごくありますね。そのような意味で心の回復っていうことかな、一緒にいると落ち着く、安心できるとか癒されるっていうのが入ってきます。また元気が出てくるとかね、癒されるだけじゃなくて笑えるような、なんか今までこうイライラしていたんだけど、あなたと一緒にいるとふふって笑えるようなね、そんな明るい気持ちになれるっていうの、元気もらえるっていうのがまず出てきています。そう、なんかその落ち着きっていうよりはちょっとフレッシュさもあるような、リフレッシュしたい時とかにあなたに会うと良いっていう風に周りの方々からのイメージ、印象ですね。恋愛対象の方々からあなたはそのように見えています。ただし、このね、最初にも出したこの周りの方々の魅力と同じような感じで出てきてるんですね。今一人で抱え込みすぎじゃないとか、自分のやりたい道選んでもいいんだよって、元々の魅力としてはここなんですよね。ジャスティスのカードです。あなたが自分の信念を貫いて、これお仕事しているようにも見えるんですが、取り組んでいること、これ見てるよって、近くで見てるとか、そばで見てる、遠くから見てるよって、あなたがお仕事する姿だったり、今ここですね、生き生きとして何かをやっている姿を見ていて、輝いて見えるんですって。もっと自分のことを大切にしてあげてっていう風に言いたいんだっていうのが出てくるんですね。自分のことを犠牲にしたり、自分の時間を今抑えてセーブして周りのために使いすぎていないって、そのあたりちょっと心配だから、あなた自身にも今休息が必要なんじゃないか、リフレッシュが必要なんじゃないかっていうのが、この恋愛対象の方々から見た今のあなたの姿っていうのが出てきています。そして昔からのお付き合いのある方とか、あと今昔馴染みの方だったり、お友達の紹介っていうのもあるかもしれない。再会や友達つながり、ご縁とか、地元に帰省した時に久しく再会した方とのご縁がこれからまた出てきそう、現れてきそうな感じでもあります。今現に同窓会に参加したとか、年末年始飲み会に参加してとか、あの時知り合った人とまた話すようになったとか、そういう方もいるかもしれません。そこで新しい出会いとか、あと前からずっとあなたのこと好きですっていう方もいると思います。
でその先の未来っていうのは喜びのカードがここに出てるので、つながって共感し合えるそのお気持ち、それがすごく嬉しいんだっていうところの未来っていうのが待ってるので、今そのキラキラしているような感じなんですよね。あとはもう少し自分を解放していけば、よりキラキラしていけるんじゃないかなっていうのが出てくるんです。結構ねキラキラしてるので、今ちょっと恋愛生き生きしていたり活性化されていくところなんじゃないかなと思います。今よりさらに近未来の方がキラキラしていくと思います。よりキラキラさせていくために、自分自身のいたわってあげてねっていうのが入ってくるんですね。どうでしょう、今仕事に追われてるとか、恋愛に咲く時間ないとか、あと自分に今時間持てていない、自分自身を優しくしていない、周りのことを気遣っていて自分二の次になっていますっていう方いたら、自分を一番今優先に考えていいよっていうのが出てきていますよ。自分自身に思いやりを持って自分の心の中に入ってください。本当はこの扉の向こうに本当のあなたの願いとかお気持ちとかキラキラしたものがあるんじゃないって、今表向き社会的活動ね、お仕事とか生活でも生き生きしてるんだけど、本当の恋愛ってところを潜っていくとまた違うんじゃないっていうところが出てきています。そしてこの後ね、じゃあ今のそのキラキラしてる生活と、そしてこっちですよね、恋愛で今あなたが自分に思いやりを持って過ごしていくとよりキラキラしていくよって言われてるんだけど、じゃあどうすればいいのっていうところで見ていくと、あまり選ばないっていうのが入ってきます。そう、好き嫌いしないでねっていうのが入ってくるんですよ。まず見た目で判断しないで、何でもまず味わってみて確かめてみてって、食わず嫌いしてませんかっていうのが入ってるのと、あと怖くないって、怖がってません、新しい場所へ行くことだったり、新しい出会いを求めることだったり、久しく出会っていなかった、久しく出会いがなかったから恋愛チャレンジするの今勇気いりませんっていうのが出ているんです。そこに飛び乗っていけるかどうか、あなたの勇気がほんのちょっとあれば、そして自分自身に対して時間を取るとか優しくするっていうことができれば、そこからさらに飛躍していけるからって変わっていけるよっていうのがポイントとして入っています。さあどうするって、あなたは旅立つの、飛び出してみる、勇気持って進んでみるっていう風に出てるんですね、ここ。さあ今よって、新しい始まりはもう来てるのって、あとは乗っていくか乗っていかないかって決めるのはあなただよっていうのが出てきていました。みんな違ってみんないい。あなたにはあなたの魅力があるし、そしてあなたを好きだって言ってる人たちにはそれぞれの魅力があるから、ね、交流してみないとわからないことあるよって。だから今たくさんの人と交流を持ってつながりを確かめてみて、その中でこれから先どんなご縁を育んでいくかっていうのが分かってくる。だから自分に自信を持つためにも、余裕を持たせるためにも、自分のやりたいことを優先してもいいし、自分にもっと優しくしてあげてっていうのが出てきています。こっちと少し似てますよね。先ほどの全体のところと。自分の荷物を軽くするとより自分が生きやすくなるとか豊かになるっていうのが同じように出てきていました。みんな違ってみんないい。だからそれぞれの個性っていうのを認め合っていこうよっていうのが入っていました。ではまたオラクルカードとルノルマンからもあなたの魅力について少しもらっていきます。まずオラクルから恋愛対象の方々からは、好調、解決、子孫繁栄というね、うさぎのカードが出てきました。かわいい。かわいいっていう風に思われてんじゃないかな。私の第一印象、かわいいっていう感じだったので、恋愛対象の方々からはそのように思われてるんじゃないかな。見た目がもうかわいいとか、動きがかわいいとかね。そんな感じですね。癒し系っていうのが入ってくる。そして、一緒にいると好調っていうのが出てくる。あと解決だとこっちと少し似てるんですよね。悩み事が解決される、一緒にいるとすっきりするっていうかね、そういうことも同じように入ってきました。一緒にいると運気が上がる人みたいな感じで思われている可能性もあります。あと家族になりたいとか、その結婚後の生活っていうのも考えているかもしれません。イメージされている方もいるかも。
はい、家庭的な魅力があるのかもしれません。あとはガーデンのカードが入ってきました。デートしたいってね、素直に入ってきています。あなたとデートしたいって思ってる人いるよってお誘いしたら、あなたは受けてくれるかな、どうかなっていうところで、これから楽しみにしてっていう風に入ってくるかな。お誘いこれからありそうですね。またはデートじゃなかったとしても集まりとかね、飲み会とかそういうのもありそう。人脈、人の集まる場所なので、そうですね、ライブ、コンサート、どこか、レジャー行った時にそこでつながりとかが感じられるようなことがあるとか、団体で動くとかもあるかもしれません。ではこの恋愛対象の方々からのメッセージとして1枚もらっていきましょう。あなた自身を愛せるようになればなるほど、あなた自身強くなっていきます。もっと自分自身愛してあげてくださいって、自分自身抑えてるのかな、あなたが。自分を抑えて周りのことを考えて生きすぎる傾向があるのかな。それは無理してるわけじゃないんだけど、あなたが好きで、進んでやってることなのかもしれない。でも本当にキラキラしたことってこの先だよっていうのがね、同じように出てきています。完璧になる必要はない。完璧じゃない自分も愛してあげて。その方がより豊かに素晴らしい人生を作り出していけるし、最も手っ取り早い方法なんだっていうのがメッセージとして入ってるので、恋愛対象の方々からは可愛くて優しくて、そして一緒にいると元気もらえるんだけど、癒し系なんだけど、不器用な方なんじゃないかっていうふうに思われてる可能性があるかも。もっと手っ取り早く豊かな人生を生きやすい方法ってあるんだけど、遠回りしてるかもって、誰かのために、周りの人のためにあなた自身が遠回りしてるように見えるよっていうのが伝わってくるので、もっと自分のために時間を割くとか、自分を大切にするとか優先することで、より豊かになっていくんじゃないかっていうふうにメッセージが入ってきました。ただこれから先の近未来っていうのはお誘いがたくさんあるとか、ね、呼ばれることがあると思います。その時にあなたが好き嫌いしないでねっていろいろまず味わってみてっていうのが入っていたので、それやってみてくださいねっていうのが出てきていました。ではお選びいただいたオラクルカードからのメッセージです。こちらはムーン、月のカードです。自分自身を厳しく見すぎていませんか？または自分自身に厳しさを課していませんか？または不安に感じすぎているのかもしれません。あなたが今自分自身隠しておきたい、人に見せたくないって思っていることは、実はそれがあなたの強みや魅力になっていくのかもしれません。個性的なあなたの魅力をあなた自身が見出していけると、視界がクリアになっていくでしょう。自分自身の魅力隠していませんかっていうカードですね。隠すぐらい自分に厳しくしていませんって。どうせ自分なんてとか、こんな自分の魅力ないんじゃないとか、そういうことして抑えていませんか？厳しく自分のことジャッジしすぎていませんかって。不安になる必要はないし、あなたが見せたくない、死なれたくない、恥ずかしいって思ってることは、実はね、他の人から見たらそれはとても個性的で豊かな魅力として映っているかもしれません。だからあなた自身が自分自身の魅力、個性的なところを受け入れた瞬間に、この先の視界、生き方っていうのがよりクリアになって豊かになっていくでしょうっていうカードでした。今回は周りの方々から見たあなたの魅力、恋愛対象の方から見たあなたの魅力についてお伝えしていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、周りの方々から見たあなたの魅力、そして恋愛対象の方から見たあなたの魅力についてリーディングしていきます。2回に分けてスプレッド展開していきます。よろしくお願いします。まずはこちらのタロットカードから、
周囲の方々から見たあなたの魅力ということで見ていきます。こちらは近しい方々や職場の方、パブリックな関係性すべて含めて見ていきます。恋愛対象の方々は2回目のスプレッドで見ていきますので、まずは身近な存在、お友達、ご家族、または職場の方というふうにご覧になってください。はい、ではこちらから魅力もらっていきましょう。流れに乗るのが上手い人っていうのが入ってきます。世渡り上手だったりコミュニケーション上手っていうのが入ってきます。人のサポート、ご縁をもらいやすい、受けやすい、そうですね、恩恵を受けやすい、常にあなたの人生のピンチを救ってくださる方やチャンスっていうのを恵まれてきてるんじゃないかなっていうのが伝わってきます。幸運、強運の持ち主っていうのが伝わってくるので、ただその運に乗っていくっていうのも個性の一つだし、持ち味の一つですし、またそれに見合うだけの努力をしてきたんだっていうのも伝わってくるんですね。はい、どうでしょうか。不思議なご縁に恵まれていたり、運がいいなって思うこと、ラッキーだと思うことや助かったなと思うこと人より多いんじゃないかなっていうのが伝わってきますよ。常にサポートしてくれる存在やエネルギー、流れがいいとかね、タイミングが重なるとか、そういうのも伝わってきます。近しい方々や周りの方々、職場でもそうですし、あとはもう今離れてしまってるんですけれど、おじいちゃんおばあちゃんの力を借りやすかったりっていうのもあると思います。そうですね、不思議な力っていうのも受けやすい、感じやすい、受け取りやすい方なんじゃないかなっていうのをこの3番さん感じました。そうですね、人付き合いもすごくうまい、流れに乗るのが上手っていうのがあるので、コミュニケーションも上手、周りの人が集まってくる、親しみがある、可愛らしい、そして輝いていて素敵だ、憧れているっていう人も中にはいるでしょう。魅力満載詰まっていますね。すごくいいと思います。ただその運に身を任せて調子に乗るとかじゃなくて、ちゃんと乗ったからには責任持ってやっていくんだとか、やり遂げるんだっていうような責任感もちゃんと持ち合わせているので、調子こいてるよねとかって思われること全然なくて、素晴らしい。これからすごいの大成していくというか、大輪の花を咲かせていく持ち主なんじゃないかなっていうのをこれを見て感じます。素晴らしいですね。もちろんね、自分一人でやってきたんじゃないってこともあなた自身よく分かってるし、だからこそ周りの方々に感謝する気持ちっていうのも持ってるし、伝えることができるしっていうことで、この3番をお選びいただいた方、かなりね、これから先すごく楽しみ。もちろん今までもすごく良かったし、もちろんね、良くないこともあっただろうけど、総合的に、人とは違うと言ったらちょっと申し訳ない感じもするんですけど、独特な人生の歩まれ方をしたりとか、またサポートを受けたりとか、めったに起きないようなことに遭遇したりとか、幸運なこととかね、チャレンジできる機会をもらえたりとか、そういうご縁っていうのも強く感じるので、それを引き寄せている自分の力っていう実力っていうのももちろんあるんですけど、これから先もっともっと良くなっていくよっていうのが今カードから伝わってくることですね。はい、とても魅力的な方として入ってきています。はい、素晴らしい。とっても素晴らしいなと思いました。はい、では、カラーカードからエネルギーを見ていきましょう。耐えることも十分できる忍耐力もある方ですね。試練の時がもし訪れたとしても、今までもこれからも訪れたとしても、今までの経験を生かしながら、そして今これを乗り切ればこの後いいこと待ってるとかっていう確信があるとかね、不思議とそんな気持ちになってるから落ち着いて対処できるとか、困った時があっても助けが入るっていうのが出てきています。はい、
ではカラーエネルギーもらっていきましょう。イエローです。体を浄化する浄化の色が入ってきました。元気と明るさと知性があふれている色ですね。そして浄化の色でもあるので、あなたと一緒にいると心がクリアになる、浄化される、そして聖なる存在、光の存在っていう風に感じます。こちらのカードを見ていても、ただ明るいだけとか、そうじゃなくて聖なる力というかオーブを身にまとっているとかね、ちょっと不思議なこと言っちゃうような感じもするんですけど、そのような光のイメージっていうのが入ってきます。和らげてくれる、精神を落ち着かせてくれる、温かい光のような、そんなイメージで入ってきますね。あなたの持っている魅力のエネルギーの色です。はい。一緒にいると安らかになるというよりは、うまく説明できないんですが、何かね、包まれているような、温かい光で包まれているような安心感だったり、自分の中の不安が消えていく、周りの方々のね不安が消えていくっていうようなのが、あなたと一緒にいるとなぜかそれを感じるっていうふうに思ったり、あなた自身が内に閉じこもるというよりは外に出ていくタイプの方なので、家の中でゴロゴロする日もあるかもしれないけど、どちらかというと外に出て刺激いっぱいもらったり受けたりとか、また外に出て人とつながり合うことに喜びを見出していたり、そこから広がっていくご縁とかチャンスっていうのも今までもらったことあるんじゃないかなって思います。太陽のような光っていうのも感じる。ギラギラっていう太陽っていうよりはポカポカっていうようなイメージで入ってきます。照らしてくれる人っていうのも入ってくるので、あなたとお食事していると楽しいんじゃないかなと思うんです。周りの人たちがお食事とか多くないですか？どうでしょう。お誘いとか集まりとかもあるんじゃないですかと思います。どうでしょう。一緒になって喜んだり楽しんだり、同じもの、食卓を囲むとかね、同じものを食べたりして美味しいねとか、何かを見て感想を言い合うとか、そういうこと好きなんじゃないかな。周りの人があなたとそれをしたいって。ではこちらのオラクルカードからももらっていきましょう。お財布、金運、収入、買い物、周りの人たちからもたらされる金運あるんじゃないかなと思います。そうですね、ご縁によって収入アップにつながったりとか、お小遣いもらったりとかね、分かりやすく言えばおごってもらったりとか、金運に対してはなおなんかこう運が巡ってくる率が高いというか、そのようにも感じます。ルノルマン、男性のカードですね。これは見ている方の性別問わず男性がキーワードになりそう。そしてもう一枚はアンカーのカードです。そうですね、お仕事、金運も入ってくるので、この男性っていう方があなたにお仕事のお誘い持ちかけてくれるとか、きっかけをくれるかもしれないし、この方との契約っていうのも入ってきます。あなたが大きな契約、お金が関わることだと思います。大きな買い物、出費だったり、逆に収入として、収入源の元として大きな仕事をこの男性の方から任されるとかっていうことかもしれない。あと契約を交わす時のキーパーソンとして男性っていうのが入ってきます。大きく金融に関わってくることをですね、お金の流れがいいですね。この3番さんは魅力ってことをお伝えしたいんですけど、あなたはすごく強運の持ち主だよっていうのが出てきてるので、魅力そのものをお伝えするというか、あなたの生き方とか、これから強運、もともと強運ですねってことが出てきてるんですよね。でもあなたの魅力って何でしょうっていうのを何でしょうというか、それはもう出てるんです。人とお付き合いすることだったり、コミュニケーションが上手だったりとか、あと必ずサポートしてくれる人がいる、流れに乗るのがうまい、流行にも敏感だと思いますし、そのように見えてるね、その憧れっていう風にも入ってるので、輝く、これから輝くんじゃないかな。でもあなた自身がこれからより輝いていくために、今
一つ山を乗り越えることが出てくる。でもそれを、ね、全然あなたは苦だと思っていないというふうに出ていますね。雨のカード、掃除、浄化、天の恵み。うわ、天の恵み。この話の流れで天の恵みが来ると、すごく大雨が降ってもあなたは濡れることなくて、傘を、目に見えない傘があなたは実は持ってるんですって、または持ってくれるような、傘を持って隣に立ってくれてるような存在がいる、サポートしてくれてる人がいるっていうのがあるんですよ。恵みです。天からの恵みをあなたは十分に受けていますっていうのが伝わってくるんですね。ちょっと不思議な、言い方になってしまったかもしれないんですが、それだけこれから特別なことが起きるかもしれないですね。人生の中で何度もそれが訪れる方もいるでしょうし、これから訪れる方もいるでしょう。浄化だとね、この黄色もね、浄化っていう風に出ていたので、同じ浄化ですよね。光のシャワーっていうのがぴったりかな。魅力の言葉として表すなら。では、この周囲の方々からあなたへのメッセージをもらっていきましょう。魅力についてもらっていきます。で、あなたは、人生の良い部分だけを本物であるっていう風に捉えていますねって。あなたが感じていること、人生についていいなって思っていることや良かったって思っていることを自分自身信じていますね。自分の道や考え方、これから進んでいくってことをより良いものにしていくんだっていう確信や信じてるお気持ちっていうのがあるし、実際それを実現する力を持っていますねっていうのが伝わってきます。より良い人生のためにあなたは進んでいくでしょう。そしてあなたは周りにあるすべてのものと調和しています。そして心が常に穏やかです。I am at peace、私自身はね穏やかですとかっていうことで、あなたがいかに穏やかで、そして穏やかな光に包まれているのかってこと、また包まれた人生にいるのかってことをこのカードメッセージとして伝えてきてくれています。守られているっていうような、感じている方も多いんじゃないかなと思います。はい、そのように出てきました。これがその周りの方々から見たあなたの魅力っていうところで、いろいろチャンスに恵まれる方っていうのが伝わってきますね。サポートしてくれる方もいるでしょう。はい。そう、キーパーソンとしては男性の方とかね、お仕事を運んできてくれるかもしれません。契約とか金融に関わってくるかもしれませんね。はい。では、次は恋愛対象の方々から見た魅力について見ていきましょう。では、こちらのタロットカードからまたスプレッド展開でもらっていきます。はい、では見ていきましょう。今恋愛に対して深い悲しみとかを抱いている方いますかっていうのが出てきています。ソードの3番が出てるので、悲しい時は悲しいって言っていいよって、思い切り泣くのがいいよって、涙で痛みを流しきっちゃおうっていうのが出てきています。そうですね、その痛み、今抱えている悩みや痛み、からあなたがそれをどう受け止めて乗り越えていけるのかっていうのがまずポイントとして恋愛で入ってきます。そして恋愛対象の方々から見たあなたの魅力っていうのはすごく輝いて見えるっていうのが入ってくるんですね。あなたらしさっていうのが伝わってきます。他にはないあなたの魅力として輝いて見えている。近くもしくは遠く、少しね離れたところからあなたのことを見守っているよっていう人がいると思います。見つめているようなそんな感じで入ってきますね。あなた自身も今自分の中の気持ちの整理をつけようとしていたり、お掃除していますよね。自分の心のお掃除で不要品を今手放そうとしていたり、整理していたりとか、今自分の心の中のデトックスをしているところでもあります。そしてそのでの掃除が終わったらね、あとはもうすっきりした気持ちで、好きなお相手がいる人はお相手に連絡しようかなとか、あと
今好きな人がいなくて新しい出会いを求めてるって人は、勇気を出して出会いの場へ行ってみようかなとか、自分からアクションを起こしてみようかなって、そのための今気持ちの整理をつけていたり、もう悲しいことや苦しいことからバイバイっていう風にね、自分自身でもう決めたんだっていうのが伝わってきます。今その転換期でもありますね。恋愛に関して言えば。でもこの先ね、そのあなたが選ぶ道について、本当にそれが今ジャストタイム、良いタイミング、ジャストタイミングかどうか、それはまだやってみないとわからないけどどうするみたいな感じで出てるんですね。あなたがいいと思って進んだ道が結果的には違う形になるかもしれないって。でもそれでも OK って、あなたはやっていけるって、アクションを起こしていくって、決めるどうするっていう風に、でも決めるんだって、自分の心の灯火を灯して、あなたは勇気出して電話するんだっていうような感じでアクションを起こすんだっていう風に今現在いるので、そこにまたね、後悔とか、やっちゃってダメでもうダメだっていう風になっちゃったら、またもう一回掃除しなきゃいけないから、せっかく綺麗にしたんだから、そこでつけた明るい光、これに沿ってやってみて、もしダメだとしてもまたここに戻らないように、そうなんだって、また違う風に受け止めていこうっていうのが出てきていますね。ポイントはその受けた痛みとか感じたこと、後悔したことっていうのをどんな風に流していけるのかっていうのがポイントです。好きな人がいる方もいない方も、恋愛に対してはせっかく整理整頓して綺麗にしたんだから、心を浄化させていったんだから、で動こうって思ってることありますよね。ここね。でその後の未来ね、その後の未来でまた同じように後悔してっていう風にならないで、そうならない方法を見つけようって、うまい流し方見つけようっていうのが出てきています。だからその今とか少し前かな、大きな決断をした方とか、お別れを迎えた方とかね、自分の中で何か決断した方もいるんじゃないかなっていうふうに感じました。ですけど、あなたが愛情を持って自分自身をいたわることもそうだし、あとあなたが愛情をかけて恋愛関係として育んでいきたい人が現れるから、だからその方と十分に愛し合っていくことによって、今まで感じてきた辛かった経験っていうのも、痛みとかっていうのも癒されていきますからねっていうのが出てきてるんですね。だからあなたはあなたらしくいるのが一番いいっていうのが出てるんです。せっかく自分らしさを今取り戻したとか、新しい自分を見つけることができたんだからって。ではまたこちらのね、カラーエネルギーをもらっていこうと思います。エンプレスのカード、女帝のカードが入ってきています。あなたが今まで経験してきたもので、今必要なものだけが今ここに残って積み重なってきている状態で、今もう手放しできているものはもう手放しているので、それで手放し行われてリセットされて、それでも積み上げて残ってきているものっていうのは、自分自身の豊かさ、本当の豊かさ、経験ってところとして残っているから、それは自信持ってねって。恋愛対象の方々から見たあなたのカラーとしてブルー、癒しのパワーを発動させる、また癒しのカードで入ってきましたね。すごくなんか目が覚めるような青い深い色。この色は癒しのパワーを活性化し、生命力を高めてくれます。緊張を感じたり落ち込んでいる時、あるいは興奮状態にある時に心を鎮める効果があります。あなたには恋愛対象の方々の緊張状態をほぐしてくれるような癒しの力っていうのがあります。また癒しだけではなくて、生命エネルギーを活性化させてくれるような存在。あなたと一緒にいると生き生きしたり、やる気がみなぎってきたりだとか、または頭がすっきりとクリアになったりとか、パッと目が覚めるような、あなたという存在によって、あなたと接することによって気づきがもたらされるとか、そのようなことも魅力の一つとして感じてるみたい。宇宙のような絵柄ですよね。なんか宇宙の力っていうのを強く感じてるかもしれません。広いっていう風にね、広く深くっていう風に
入ってきます。または神秘的っていうのが入ってきます。はい、そして魅力、ハート、愛、出会い、ときめきっていうことで、あなたのことをもう未来で待ってる人がいますよって、それは今ね、愛してる人かもしれないし、新しい出会いやときめきかもしれません。未来ね、あなたは恋愛関係になっていく相手が現れるっていうのが出てくるので、今現在ね、好きな人かもしれない、あなたが連絡取りたいと思ってる人かもしれないし、でこの方と結ばれるまでの間、紆余曲折あるかもしれないんだけど、いかにそれをうまく循環させていけるのかっていうのがポイントなので、じゃあどうやったらうまく流していけるのっていうところで、ルノルマンでアドバイスもらっていきましょう。少し追加していきます。いやーでもね、ハートいいですね。どうやったら流していけるのか、狐のカード、素直になりましょう。意地を張らなくてもいい、ありのままのあなたを見せていきましょう。恋愛関係になると受け入れてもらえるかどうか怖いですか？あなたは自分の持っている強運っていうのを信じてください。あなたはいずれ真実の愛だったり出会いっていうところがここ訪れますから、苦しいこと途中で出てくるんですけど、その時に意地を張って突っぱねたりとか、自分は間違ってない、正しいんだっていう風に思い込みすぎてしまったり、相手から連絡来ないのが絶対おかしいとか、その決めつけたりしないことやごまかさないことっていうのがアドバイスに入っています。もう流すもの流しましょう。泣きたい時は泣いていいし、もうどんどん泣いて全部流していきましょうって、いろんな思いをね、受け流していきましょう、素直にっていうのが出てます。いいんだよって、そのままのあなたでって。そしてブーケのカードも出てきています。そうした方があなたに彩りっていうのがちゃんと出てくる、はっきりと出てくるので、自分をごまかさないことね。ありのままの純粋なあなた、ね、こんな自分見せたら恥ずかしいんじゃないとか、本当の自分って実はこんなみんなが思ってるような素敵な人じゃなくて、本当はもっとだるっとした自分なんだよねって思ってるかもしれないけど、それが逆にいいって、それが逆に生活感が出てきて、にじみ出てきて、より魅力的に感じやすいとか、そういうのも出てくると思うので、あまり素顔を隠す必要ないっていうのが出てます。着飾る必要ないとかね。それは感情なのかもしれない。本当は不安なのに大丈夫だよって強がっちゃったりとか、一人でも平気なんですって口癖になっていたりとか、それは期待して期待外れになったらがっかりしちゃうからね。あんまり自分に期待しないようにしとこうって抑えてるかもしれないんだけど、そこからもうそろそろね、抜け出してもいいんじゃないって、動きたいことあるでしょっていう風に出てくるんですね。もしそれでうまくいかなかったとしても、途中うまくいかなかったとしても、ここカップの2番で素敵なつながり、パートナーシップっていうカードが出てるから、分かり合える人必ずいるからね。それは今好きな人とはまた違う出会いになるかもしれないし、今好きな人と紆余曲折あってようやく結ばれるのかもしれないし、途中いろいろあるかもしれないけど、その時にね、いかに自分らしく押し出していけるか、流していけるか、ネガティブな思いを流していけるかってことで変わってくるからって、信じて、お相手の愛、自分の愛っていうところを信じてねって思う気持ちね、期待していいじゃない、今以上に期待してもいいじゃないって、だって嬉しいことあるんですもん、これから。だからそれを期待する気持ち持ってもいいと思いますよ。はい、ということで恋愛対象の方々からあなたへ今伝えたいメッセージをもらっていきましょう。いやでもあなたが気を張ってないところが魅力的っていう風に出てるので、あと本当に気を抜いてる瞬間というか、そんなところ見てたのっていう風な感じなので、リラックスしている状態が好きっていう感じかな。はい、では恋愛対象の方々からのメッセージです。今
あなたが体験していることは新しい気づきへの足がかりとなります。今なんかきっかけが訪れてるんじゃないかな。確かにここで転換のカードが入ってるので、自分の中の節目だったりとか切り替わりっていうのがつい最近あったんじゃないかなと思います。考え方が変わったとか、自分自身整理したとかね、こうやってお掃除してるから綺麗にしたとかね、何かきっかけが最近あったんじゃないかっていうのがここでも出てきています。最近体験したことがあなたが新しい気づきへ導かれるためのヒントが出てきていたんですよって。そしてスピリチュアル的な成長は予想もしていない形で起こってきます。あなたが自分はいつも安全であるということを知ってくださいっていう風に、何があってもね、紆余曲折あっても大丈夫なんだっていう風に信じてくださいねっていうメッセージが出てきていました。やはりこの宇宙とか天の恵みとかそのワードと合わせてスピリチュアルっていう言葉がバンと入ってきましたね。ではお選びいただいたオラクルカードからメッセージをもらっていきましょう。これね、もうありますよね、第三の目ということで、額に瞳が開いてね描かれています。これは全てを見通す目を持っているよっていうのを表しているんです。あなたのマインド、そしてワードとしては解放していくことっていうのが出てきています。この今開いている第三の目というのは、全てを見る、感じることができます。このカードの女性は涙を流していて目を閉じています。それは今目に入ってくる情報が多すぎるからなのかもしれません。見上げましょう。コントロールするのではなく、魂、心を解放していくことが重要なポイントです。内なる声を優しく拾い集めて、本当のあなたの声を聞いてください。このようなメッセージが入ってきていました。はい、目で見える情報が全てじゃなくて、目を閉じて感じてくるもの、伝わってくるものっていうのを受け取ってくださいっていうカードです。はい、なんかね、このようなシーカーのカードも出ていました。魂のカード、魂を見るっていうカードですね。今回は周りの方々から見たあなたの魅力について2回に分けてリーディングしていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。今回のリーディングは以上となります。いかがだったでしょうか。久しぶりにリーディングさせていただきました。周りの方々から見たあなたの魅力についてお伝えしていきました。今回は新しいオラクルカードを選択肢に持ってきています。こちらですね。こちらのマジカルスピリットオラクルです。購入して初めて使いましたね。とても可愛くて絵柄が気に入っています。お気に入りでございます。ようやく選択肢として使うことができましたということで、ね、普段はオラクルカードを選択肢に使用することが多いので、あとね、リーディングでもちょこちょこっと使ってはいるんですけど、まだその選択肢としてメインとしてオラクルカード使ってるので、今手持ちのオラクルカード全部まだ使い切ってないうちに可愛くて新しいの買っちゃうみたいなことを繰り返しております。はい、ということも、お話ししていきながら、今回はこちらのリボン・ルノルマンカードさんから、プチ占い3択でもらっていきます。はい、では今回は魅力についてお伝えしていきましたので、より魅力を開花するためのポイント、アドバイス、キーワードになるようなことをルノルマンカードからもらっていきましょう。ではめくっていきます。めくっていきますじゃない、切っていきます。シャッフルして3枚並べますので直感でお選びください。左、真ん中、右ということで、お選びいただいたプチ占いの結果についてはコメント欄にてぜひ教えてください。こちらからもらっていきましょう。選択肢全く関係なく、ここから左、真ん中、右とお好きなもの1枚お選びください。はい、お選びいただいたでしょうか。では今回は真ん中の方から見ていきましょう。真ん中をお選びいただいた方、
狐のカードです。ラッキーナンバーは14番です。そして狐のカードっていうのは、まず自分に素直にいることとか、周りに素直なお気持ちを伝えることっていうのが一番入ってきます。そして魅力アップのために、その気持ちをごまかさないってこともそうなんですが、自分をそのままのね、ありのままの自分でいましょうっていうことなので、あんまりかっこいい自分でいたいとか、美しく見せたいとか、好きなお相手を目の前にするとね、そういう気持ちが働きやすくなるんですって、心理的に。なので、どうしてもね、そこは出ちゃうんですよ。本能的な部分として。好きなお相手を目の前にすると、良い格好したくなるというかね、そういうのがあるので、あまりそこに意識しなくてもそうなっちゃうもんなんですけど、でももしはって気づいて、今自分意地になってたなとかっていう時がもしあれば、素直に気持ち伝えていくことっていうのもいいですし、また逆にね、好きなお相手とデートしたいとか、気合い入れて出かけたいとかね、勇気持って行動したいって時は、ちょっといつもよりもおしゃれしていくといいかもしれません。ここですね。では次、右をお選びいただいた方です。ハートのカード、魅力アップのために。でもこれね、自分磨きっていうのも今入ってきます。ハート、あなたの愛情を育むっていうことも大切ですし、魅力アップなので、今この恋愛関係の方も含めて狐のカードお話ししていったんですけどね、恋愛関係以外の方にもね、素直なお気持ちってことでメインとしてみてください。そうですね。そして右をお選びいただいた方はハートなので、愛情が試される時がやってくるかも。そして自分自身の魅力を発揮していくためにも、さらに伸ばしていくためにも、自分磨きもいいと思います。そしてあとね、五感に関わること、映画鑑賞したりとか、芸術作品に触れたりとか、音楽聴いたりとかすること、あと美味しいもの食べたりとか、ちょっと贅沢することとかで、心が磨かれていくというか、五感を磨いて、より美しさを目指していくのもいいと思います。持ち上がっていく時、向上の時っていうのが入ってくるので、意識できるところからやってみていいと思います。自分磨き頑張ってみようかなとかね、あと今あるご縁を大切に育んでいくことっていうのも、ここポイントとして入っていますし、今その出会い求めてるんですっていう方は、本当に出会いに向けて、じゃあ実際に行動してみましょうっていうところがやってみてもいいかもしれません。はい、このハートのカードが入ってきていました。あと他に受け取るものも今あるんじゃないかな。あなたが気づいていないだけで、本当は愛情をかけてもらっている人がいるとか、それはご家族かもしれないし、お友達かもしれないんだけど、感謝の気持ち忘れずに持っていこうっていうふうに思ってもいいかもしれないです。では、左をお選びいただいた方です。デスサイズ、カマのカードが入ってきました。バッサリ行きましょうっていうのが入ってくるんですね。今までぐずぐずして決められなかったことは、もうバッサリ決断しましょうとか、あと自分に気合い入れて動いてみようよだったりとか、迷ってることあるんじゃないって、なかなか断ち切れなかったもので断ち切りたいって思ってたんだったら、もう断ち切っていこうよって。迷い、不安とか腐れ縁かもしれないし、人付き合いかもしれない。もうあんまり人付き合い今したくなくて、本当に自分に必要な人間関係だけ求めたいっていう人もいるかもしれないから、今必要じゃないっていうところを整理するとかね、連絡先とか LINE とかも整理するとか、そういうこともいいかもしれません。今整理しようっていうのが出てる。あとは大きく決断するっていうこともあるので、迷ってることは決めていくとかね、今自分にとって手放せるものを手放していくためにも、何かバッサリしましょうっていうのがあるから、具体的にはイメチェンがいいかもしれません。髪の毛を切るとか、あともうがっつりお手入れしに行くとかね、あともうお洋服全身新調するとか、思い切ったことをしてみるといいかもしれません。そうすると空気がガラッと変わるような気がします。大胆な行動や大胆な発想、チェンジとか整理っていうのが入ってきました。これも参考にしてください。
では今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。